この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、イラストを描いていて、こう思ったことはないですか？イラストを趣味で描いているけど、私のイラストでお金を稼げたらいいのにって。でも、イラストで稼ぐには、プロになんなきゃダメだよね。でも、プロになるってなると、必要なのは、すごい作品をバンバン発表して、有名になって、企業案件をバリバリこなして、どんどん仕事しないといけないよね。でも、そのためには、今勤めている会社を辞めて、そして制作活動に専念しなきゃいけない。でも、私にはそんな覚悟も勇気もないよ。お金を稼ぐなんて私には無理。絶対無理。そんな風にね、想像しちゃいますよね。はっきり言っていいですか？それ完全に間違ってますよ。いや、間違ってはないですね。もちろんね、企業案件をバリバリこなせるような、そんなね、ルートをたどれる人だったらいいんですけど、そんな椅子取りゲームを勝ち抜き続けられる人なんて、少数じゃないですか。でも大丈夫。今回紹介するブースを使えば、たとえね、企業案件だけに頼らなくても、そして会社を辞めなくても、絵で稼げる可能性がぐぐっとアップします。そして今回紹介するのは、その中でもブースオンデマンド販売という仕組みです。ブースオンデマンド販売を活用して、グッズをオンライン上で制作するだけで、在庫を抱えることなくグッズを販売できて、実際にあなたのファンにその商品を届けることができます。そして何よりあなたのイラストを使って収益を上げ、創作活動を続けていくこと、あなたのクリエイター活動の幅を広げていく未来が実現できちゃうんです。そんな仕組み知らなかった。今まで活用できていなかったよ。っていうクリエイターさんはですね、めちゃめちゃお得で使いやすい仕組みなので、ぜひこの動画最後まで見てほしいです。それでは早速行ってみましょう。ブースオンデマンド販売って何？まずね、基本的なところ、一体全体そのブースオンデマンド販売って何なのよっていう人もいると思うので、簡単に説明しますね。ブースオンデマンド販売っていうのは、皆さんもご存知、ピクシブさんが運営しているグッズ制作サービス、ピクシブファクトリーでグッズを作って、ショップ制作サービス、ブースに出品するっていう方法です。グッズ販売って聞くとね、どうしてもね、めんどくさそうっていうイメージがあると思います。そしてね、何よりも在庫を抱えるのが怖いっていうこともあって、尻込みする人も多いと思うんですが、ブースオンデマンド販売はですね、その心配が一切いりません。この方法はですね、完全受注生産ですので、事前に在庫を抱える心配がなく、グッズ販売ができて、注文が入った後もピクシブファクトリーさんが自動で購入者さんに発送業務もしてくれるので、クリエイター自身はね、なんと何も作業しなくても済んじゃうんです。そして何よりもね、出品がめちゃめちゃ簡単で、多分ね、やり方分かっている人だったら、画像さえ用意しておけば、10分もかからずに商品を出品するところまで終えちゃえるんじゃないかと思います。実はですね、この前、僕は実際にこの仕組みを使って T シャツを販売したので、実際の制作方法と販売までの流れをこの後具体的に紹介していきましょう。T シャツを実際に出品してみる。はい。僕ですね、こういう T シャツを販売しているんですが、ちょっとこの T シャツを販売した時の経緯が面白かったので、そこから紹介させていただきますね。ある日、ツイッターをしていたらですね、こんなツイートが目に留まりました。斉藤直樹先生のこういう T シャツ欲しいですっていうね、投稿です。本人はおふざけ半分で投稿したんだと思います。この時の時刻、4時23分ですね。はい。これに対して僕は6分後公開しています。出しますか。はい。めちゃめちゃ気軽に答えてますよね。当然ご本人は本気にしてなかったと思います。で、その日の6時18分。さっきのツイートから2時間経ってないですけどね。はい。もう商品化して販売開始しちゃいました。このスピード感、めちゃめちゃやばくないですか？簡単な絵だったからこんなスピード販売が実現できたっていうのもありますが、ポイントなのはですね、商品の制作と販売までがめちゃめちゃスムーズだっていうことです。まず、こういった絵のデータを用意しますよね。そしたら、ピクシブファクトリーのページに行きます。で、グッズを作るのボタンを押しましょう。すると、作りたいアイテムがバーっと一覧で表示されていますね。アクリルキーホルダーとかトートバッグ、スマホケース、クッションとかマグカップも作れちゃいます。いやもう、下にスクロールしていくとわかるんですが、作れるグッズの種類がやばくて、他にもタオル、モバイルバッテリー、ペンケース、メガネ拭き、タペストリー、屏風
もう、ありとあらゆるグッズが作れちゃいます。今回作りたいのが T シャツなので、カラー T シャツを選びますね。で、T シャツの布地の色を選んだら、印刷したい部位を選択しましょう。今回は正面のみの印刷なので、正面を選択しますね。で、OK ボタンポチ。そしたら自分の画像っていうのを押して、用意した画像をドラッグしましょう。今回は黒地に白印刷なので、この画面だとね、ちょっと見にくいですが、ある程度ここで大きさや位置の調整をすることが可能ですね。で、プレビューボタンを押すと、ほら、もう商品画像ができちゃいました。保存を押して、利用規約をよくよく読んでから OK ボタンを押しましょう。そうすると、はい、完成。デザイン完成しましたね、めちゃめちゃ簡単でしょ？自分用に購入するだけだったら、この注文するボタンを押せばいいですし、これをすぐにその流れのままネットショップに出品して販売することもできちゃいます。はい、このネットショップ販売ボタンを押してみましょう。ここからはブースのショップ開設が必要になります。ブースに会員登録を済ませたら、こういう画面になりますね。ネットショップで販売のところを見てみると、ブースとベースでも販売が可能なんですね。今回はブースのオンデマンド販売を選んでみましょう。商品登録へ進むを押して販売ページの準備をします。商品名、斉藤直樹 T シャツを入力して情報編集画面へ。必要な場合には商品紹介文を入力しましょう。日本国外への販売の設定、代理購入サービスの掲載許可を選択します。許可すると。はい、そして下にスクロールしていってバリエーションの入力です。この場合は T シャツなのでT シャツのサイズや価格設定をしていきます。S サイズの設定。原価が2800円で、マージンを含めた価格が実際の販売価格になります。マージンはこの T シャツが1枚売れた時の自分の取り分ですね。他の販売者の価格設定を見てみると、ある程度参考になると思いますが、だいたい500円から1000円ぐらいのマージンを設定している人が多いみたいですね。僕の場合には販売価格の切りがいいように700円と設定してみますね。サイズ違いごとにマージンを設定するのを忘れないようにしましょう。で、公開で保存を押すと、はい、これでなんと出品完了です。この URL を知っていれば、誰でもこの T シャツを購入することが可能になりました。ね、めちゃめちゃ簡単でしょ？販売数はブースの商品管理画面に表示されます。何枚売れたのか、売上の金額はいくらになったのか、この画面で知ることができます。今回はピクシブファクトリーを利用したブースオンデマンド販売なので、完全受注生産となっております。注文が入った時点でその分をピクシブファクトリーで生産し、そのまま購入者にお届けまでやってくれますので、在庫が発生しないのはもちろん、あなたはこれ以降何もやることがありません。この手軽さがすごいんですよね。はい、こちらがですね、実際に注文して届いた商品ですね。中を取り出してみると、はい、こんな感じで袋にちゃんと入って届きます。中出してみますね。はい、こんな感じです。結構いい感じじゃないですか？生地もしっかりしていますし、印刷の仕上がりもいい感じですよね。実際に着てみたのが、こんな感じです。めっちゃいい感じじゃないですか？ちなみにこの T シャツ、もし街で着ているのを見かけたら、僕 100% 声かけちゃいますので、着る際には僕から声をかけられる覚悟を決めてから着てくださいね。過去に出品した商品の紹介。今回紹介した商品の他にも、僕は様々な商品をブースで販売しております。例えばこれも同じ T シャツで、ピクシブファクトリーを利用した商品ですが、1年ぐらい前にね、販売したやつで、デカデカと SKM ってプリントされた、それ完全に間違ってますよ T シャツですね。あとはですね、ピクシブファクトリーを利用せずに自分で商品を作るところまではやって、その商品の販売のみを委託するっていう方法も選択できて、これだとね、一点一点の販売価格を抑えることもできますね。例えばね、こちらのアクリルフィギュアはこの方法で販売しているグッズです。これはですね、実はまだ100個ぐらい在庫がありますので、この方法は在庫を抱えてしまうリスクがありますね。あとは同人誌や本の販売です。ここ最近はね、コロナウイルスの影響もあって、コミケなどのリアルイベントに参加するのを躊躇する人もいますし、そもそもですね、リアルイベントは現地まで赴かなければいけませんから、限られた地域の人しか購入が難しいという側面もあると思います。でもですね、ブースに出品すれば、全国どの地域に住んでいても購入が可能です。販売する地域、販売する時期、そしてコロナの影響を受けることなく、販売、購入できる。そういった点もブ
ブースで商品を購入販売するメリットの一つと言えると思います。それとですね、実際のものを販売するには送料がかかりますし、部屋に置けないからデータで欲しいという人に向けてもですね、ダウンロード販売も用意されていますので、様々な販売形式を検討できると思います。これを利用して限定動画や ASMR などのボイスデータ、ブラシやテクスチャ、3D モデルデータなど様々な素材データを販売しているクリエイターさんもたくさんいらっしゃいますね。メリットとデメリット。最後にね、メリット、デメリットの紹介をします。と言ってもですね、デメリットの部分にはクリエイターさんにとってはあまり思いつかないんですよね。それがですね、僕がブースを活用していないクリエイターさんはもうとにかく全員登録して、で、口を酸っぱくして言っている理由です。そうですね、無理やりデメリットを挙げるとすれば、例えば今日紹介したピクシブファクトリーを利用したブースオンデマンド販売は、クリエイターが在庫を抱えなくて済むように受注販売をする仕組みです。なのでですね、まとめて生産するよりも一つ一つの原材料費が高くついてしまいますので、売上に対して自分の利益率はちょっとね、少なめになってしまうというデメリットはあるかもしれません。ただですね、これも使い方次第です。一旦ね、利益は少なくなるかもしれませんが、ブースオンデマンド販売を利用して一度実験的に数量限定で販売してみて、その商品は売れるとなったらリスクを取って自分で大量生産し、そしてブースに販売だけを委託する、そういう方法を取れば両方のいいとこ取りができると思います。あとはね、これもデメリットと言えるかどうかは分かりませんが、注意したいところは、商品にね、不備があった場合には購入者からのメッセージが自分宛てに届きますから、購入者とのトラブルになった場合には対応が必要です。ただね、これに関してもブースオンデマンド販売に限って言えば、商品の破損や不備に関してはピクシブさんの方でちゃんと責任を持ってくれますから、入稿するデータと商品説明さえしっかりしていれば、あまりね、過剰に心配することはないと思います。最後に、多分ですね、ここまで聞いてこう思った人もいると思うんです。そうは言ってもさ、こういうオンライン販売って宣伝が大事でしょ。俺、Twitter とかフォロワーそんなにいないし、たとえ商品を作って宣伝してもさ、その商品を買ってもらうぐらい SNS で拡散できる機会なんてないんだよ。もうどうせ売れないよっていう人もいるかもしれません。でもね、甘いです。そう考えていると損しますよ。なぜかっていうと、宣伝の機会って突然やってくるんですよ。そうです。いわゆるバズです。何かの機会にツイートが突然拡散されてバズった経験がある人って多分多いんじゃないでしょうか。1回か2回ぐらいそういうことってありますよね。そういう時、ブースで商品販売をしている人は得します。バズったので宣伝します。私は普段こういう絵を描いていて、こういう商品を販売しているんです。よければチェックしてみてくださいね。そんなツイートをバズったツイートにぶら下げてみてください。それが何よりもその商品の宣伝になります。中にはね、それがきっかけであなたのことを好きになり、次の商品、そしてその次の商品と継続して購入してくれるファンの獲得にもつながるかもしれません。でもね、ブースに登録していなければその機会は失われます。それってクリエイターにとってはめちゃくちゃ損ですし、これからあなたのことを知り得たファンにとってもあなたと出会う機会を逃してしまったわけですから、その人にとっても超損失ですよね。そうなんです。これが僕が普段から口を酸っぱくしてクリエイターの皆さんにとにかくブース登録してと力説している理由なんです。興味が湧いた方は下の概要欄に URL を載せておきます。ブース知らなかったよ。いや、知っていたけど良さがわからなかった。そんな人はまずはブースオンデマンド販売を利用した在庫を抱える心配のないノーリスクグッズ販売試してみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。